JIDRC 模擬仲裁をご覧の皆様、こんにちは。弁護士の浦部と申します。本日は模擬仲裁のその解説パートを私が務めさせていただきます。今回模擬仲裁行われるわけですけれども、場面場面で何が行われているのかといったことに関しまして分かりやすく解説させていただければと思っております。まず本件の事案の概要についてご説明します。最初に当事者と事実の概略ということでございますが、当事者の一方は日本企業のジャパン工業、機械製造業を営む会社、そしてもう一方は中国の会社でチャイナマシーナリーと機械部品の製造を行う会社となっております。で、この両社は2021年の5月に機械の売買契約を10億円で締結しました。その後第2段階としてチャイナマシーナリーの側は、申立人側に5億円を支払ったのに対し、申立人側は非申立人側に機械を引き渡したということがございますが、その後非申立人側のチャイナマシーナリーが残金の5億円の支払いを拒絶したというのが簡単な事実になります。そしてなぜ非申立人が代金残額の支払いを拒絶したのかという点ですが、理由としましては、その引き渡された機械が申立人がその最低保証するとしていた性能を有していない。その結果、非申立人は想定していた生産量を実現できておらず、機械代金の残額以上の損害の発生が想定されると。なのでその損害を代金残額と相殺するという主張をしています。ただこの売買契約の中にも最低限の性能保証の条項はありまして、そちらの中では1日稼働させると1万個の部品が製造できるという内容になっているのですけれども、本件の機械はこの性能は満たしていたということは争いがありません。で、次に当事者の主張及び争点ということになりますが、非申立人が何を言っているかといいますと、この契約のその最終確認のための2021年4月のウェブ会議において、申立人の主担当者が最低限の性能というのは保守的であって、実際にはその 1.2 から 1.3 倍程度の数量の部品が製造できるという趣旨の発言をしていたと。で、売買契約はこの発言を前提として締結された以上、実際に契約書に書いてある部数ではなく、その 1.2 倍の数量の部品が製造できていないということによる損害が賠償されるべきであるというのが非申立人の主張でして、申立人側はその非申立人が主張するような合意は当事者間にはないと言っております。で、争点は何かということになりますが、売買契約書に規定される最低限の性能保証条項の 1.2 から 1.3 倍の数量の部品が製造できるということが当事者間における合意内容を構成しているのかどうかということになります。次に問題の売買契約におけるその仲裁に関する条項ですけれども、こちらのスライドに書いてありますように、仲裁規則は JCAA の商事仲裁規則、仲裁地は東京、仲裁人の数は3名、そして手続き言語は英語、準拠法は日本法とそれぞれ規定されています。ではこれから申立人と代理人の打ち合わせのシーンをご覧ください。本日はお時間ありがとうございます。ご相談していたチャイナマシーナリーの件なんですが、やはりですね、納入していた機械の代金、残代金ですかね、残代金5億円を払ってもらえないという状況が続いております。そのため、本日は法的手続きに進まざるを得ないのではないかということで、法務部長と一緒に参りました。契約上、チャイナマシナリーとの紛争は JCAA 規則による国際仲裁によって解決されると定められています。しかし、当社は今まで国際仲裁を利用したことがありませんので、基本的なところから整理させていただけますでしょうか。わかりました。国際仲裁というと、大企業が利用されるイメージが強いかもしれません。ですが、最近は海外展開されている中小企業が利用されるところも少なくありません。手続きの流れなどを理解いただくことは、今後の社内体制の構築や、あるいは方針決定に重要だと思いますので、わからないことがありましたら何でも聞いてください。そうしましたら、大変恥ずかしながらということになりますが、そもそも仲裁というのが何なのかということが私分かっておりません。喧嘩の仲裁というものがありますけれども、ということは間に入る仲裁人の方が両者ですね、両者の話を聞いて和解話し合いを取り持ってもらえる、そういう手続きなんでしょうか。
社長が今おっしゃったのは法的には調停と呼ばれる手続きになります。調停の方では当事者の話し合いで紛争が解決されます。一方、仲裁では第三者である仲裁人が当事者の主張と証拠をもとに申立人の請求が認められるかということを判断します。この判断は仲裁判断と呼ばれまして、当事者は終局的に拘束されるものになります。第三者が紛争について拘束力のある判断を下すというのであれば、訴訟と同じように思いますけれども、訴訟とは何が違うのでしょうか。端的には判断者が異なります。訴訟の場合には裁判官が判断しますけれども、当事者がですね、裁判官を選ぶことはできません。他方、仲裁の場合は、当事者が選択した仲裁人が判断をします。ですので、例えば、法律に詳しいだけではなくて、技術に精通した仲裁人を選択することができます。今回のように仲裁人が3人の場合には、各当事者が仲裁人を選任した上で、それら仲裁人がですね、協議の上で3人目の仲裁人を選任します。ただ、もしもですね、合意できないような場合には、JCAA が3人目の仲裁人を選任することになります。なるほど。裁判官ではない人が裁くということですね。しかし、そうすると民間人であるその仲裁人ですか、その方が適切な判断ができるんでしょうか。仲裁人は、例えばですね、裁判官経験者やあるいは弁護士などですね、専門的知見を持った専門家から選任することができますので、ご心配には及ばないと思います。先ほどのお話の中で当事者が選任するというお話もあったんですが、そうすると例えばそのチャイナマシーナリーも選任できるわけで、そのチャイナマシーナリーが選任した人ともう一人の3番目の仲裁人ですかが結託して、当方に不利な判断をするとか、そういうことはないんでしょうか。JCA 規則上は仲裁人には公正独立である義務が課されています。また選任前にはチェック段階がありますので、基本的にはそのような人物は仲裁人の候補から外れることになります。またですね、仲裁人が仮に公正中立に判断を下さない場合には、仲裁判断が事後的に取り消される可能性があります。そうされるとですね、仲裁人に対してのレピュテーションが大きく毀損されますので、ご懸念の事態が生じる可能性というのは低いのではないかなと思います。国際仲裁の手続きというのはどのように決められるのでしょうか。訴訟の場合ですと、民事訴訟法や規則が手続きを定めていますけれども、国際仲裁の場合は仲裁地の法律や仲裁規則の定めも踏まえつつ、当事者が合意で手続きを柔軟に定めることができます。本件ですと、契約書に東京仲裁地として JCA 規則により紛争を解決するという仲裁条項がありますので、日本の仲裁法と JCA 規則、それから当事者の意見を踏まえて、仲裁庭が具体的な手続きを定めていくことになります。手続きを非公開とすることはできますでしょうか。他者との間で紛争が生じていると知られることで、当社の評判に影響が出てくるんではないかと心配しています。JCA 規則では仲裁手続きやその記録は非公開とされています。また仲裁人、当事者、それから JCA の関係者には守秘義務が課されていますので、正当な理由がない限り手続きの内容を第三者に開示することはできません。本件の手続きを日本語で行うことはできますでしょうか。私は英語力に自信がないので、日本語でやっていただけるととてもありがたいんですけれども。ただ仲裁合意には仲裁言語は英語とすると書かれています。もちろん当事者が合意すれば日本語で進めることは可能ですが、相手も中国企業ですので、基本的には英語で進めることになると思います。しっかりサポートしますので、どうぞご心配なさらないでください。それからもし証人尋問で証言されることになった場合には、英語で証言されることにご不安があれば通訳をつけることも可能ですので、またおっしゃってください。国際仲裁の手続きはどのように進み、どのくらいの時間がかかるのでしょうか。詳細はまた今度詳細にご説明しますけれども、申立人が仲裁申立書を提出して、これに対して被申立人が答弁書を提出した後に仲裁庭が構成されます。その後手続き準備会が開催されて、審理のスケジュールを決定した後に主張書面や証拠提出をしてヒアリングを終えて仲裁判断が下されるという流れが一般的です。JCA 規則では仲裁庭の成立の日から9ヶ月以内に仲裁判断を下す努力義務が課せられています。ただし実際には相手方の主張や対応によるところが大きく、具体的な期間の判断というのは予測というのは難しいところです。ただし、主張書面の提出回数と時期を含めてスケジュールについてはあらかじめ定められることが一般的です。
なので、日本の訴訟手続きのように主張書面と証拠の提出が際限なく続くことは少ない印象です。また、日本の仲裁法の下では上訴制度がありませんので、一般的には3審制の訴訟手続きよりも審理期間は短いと思います。私、日本の訴訟には1回出たことあるんですけれども、日本の訴訟のように期日ですね、期日ごとに裁判所に行くというのが日本の訴訟のやり方なんですが、それと同じような感じなんでしょうか。国際仲裁では手続きのやり取りの多くはメールでされます。仲裁人との打ち合わせの手続き準備会もウェブ会議ですとか電話会議で行われることが多くて、関係者が実際に顔を合わせる機会はヒアリングだけであることも珍しくありません。そしてヒアリングの場所には制限はないのですが、一般的には仲裁地である国や都市で行われることが多いです。仲裁地はヒアリングの場所という意味ではないんでしょうか。本件で東京以外でヒアリングが開催されるということもあり得るということですか？仲裁地は仲裁手続きにどの国の仲裁法が適用されるかを決めるための概念でして、必ずしもヒアリングの場所は意味していません。ただ実務上は仲裁地とヒアリングの場所が一致することが多いので、本件は東京で実施する可能性が高いと思っています。その場合は JIDRC 東京を利用したいと考えています。国際仲裁はどれくらい費用がかかるものなんでしょうか。そうですね。仲裁機関や仲裁人への支払い費用や弁護士費用、ヒアリングを実施するための実費等がかかります。仲裁機関や仲裁人の費用は JCA 規則で確認することができます。また一般的に、敗北当事者がですね、仲裁費用の一部を負担することが多いため、仲裁人の判断にもよりますが、勝てば費用の一部は回収することができる可能性があります。当社が無事に勝利したとして執行に問題はありませんでしょうか？特に中国の場合、外国判決の執行が難しいと聞いたことがあるんですけれども。一般的には敗北当事者が任意に履行することが少なくありません。ただし、もしも強制執行ということになった場合には、国際仲裁判断はニューヨーク条約に批准した170カ国で執行可能です。日本と中国はいずれも批准国です。ただし、実際に執行する際には、現地で執行手続きを取る必要があります。日本と中国との間には判決執行に関する相互保障がなく、日本の裁判所の判決は中国で執行できないとされていますので、日本の判決とは一概には比較できませんけれども、一般論としては外国判決よりも仲裁判断の方が執行がしやすいと思います。最後にもう一点だけよろしいでしょうか。仲裁手続きを申し立てたら、もう話し合いとか和解とかいうことはできないんでしょうか。当社としては、できれば和解、話し合いで解決したいと、そういう道も残しておきたいとは思ってるんですけど、いかがでしょう。仲裁を申し立てた後であっても、仲裁手続きと並行して和解の話し合いを進めることは可能です。実際、ヒアリング準備を本格的に始める前の段階で、相手方からは和解の打診があったり、こちらから和解の打診をしたりしたような事案もあります。また、当事者の合意があれば、仲裁から調停に移行することもできます。仲裁申し立てに向けてどのような準備をしたらよろしいでしょうか？必要な準備は国内訴訟とは大きく変わらないと思います。事情の説明ですとか、関係資料の提供、あるいはですね、私ども作成した文書の確認などが基本的な対応です。ただし、国内訴訟よりも審理期間が短く、また、国内訴訟にない文書開示手続きという手続きがありますので、国内訴訟よりも迅速な対応が必要な場合が多いとは思います。いずれにせよ時期が来ましたら適宜必要事項をご連絡しますので、あまりご心配なさらないようにしてください。国際仲裁がどのようなものかということを、今日のご説明でおおむね把握できたように思います。先ほど話し合いで解決したいというふうに言いましたが、なかなか交渉でチャイナマシーナリーからお金を払ってもらうというのは難しいようにも思いますので、やはり仲裁を申し立てるということにしたいと思います。今後の具体的な準備につきましては、法務部長の島田とやり取りをしてください。申立人の代理人との打ち合わせのシーンをこれまでご覧いただきましたけれども、その打ち合わせの後、申立人側は仲裁を申し立てるということを決定しました。こちらのそのスライドをご覧いただければと思いますが、こちらには仲裁手続きの大まかな流れを記載させていただいております。仲裁合意のところは先ほどの解説のところで最初に申し上げたところでございますが、そして仲裁申し立てを決め、その後は答弁書の提出がされ、そして仲裁庭の構成がなされます。仲裁人の選任ですとか仲裁庭の成立といったところまで進みまして、そこから今度は
手続き準備会のその日程の決定というところに至ります。では手続き準備会というのが誰が参加して何を行う場なのかということについてご説明させていただきたいと思いますけれども、まず参加者ですが、仲裁人は全員、そして当事者側は代理人は参加しますし、場合によっては当事者も参加することがあります。そして協議事項ですけれども、仲裁手続きの進め方について協議をするということになります。そして仲裁判断までのそのスケジュールを協議して決定するということが一般的です。そしてそこで合意される、決定されるそのタイムスケジュールというものの大体のイメージというものが次からのスライドになります。なおこれから表示されるタイムスケジュール案というのは本件のものではございませんで、あくまでも参考程度のものでございますので、こういった形で行われるものがあるのだといった程度でご覧いただければと思います。なお関連してですけれども、迅速仲裁手続きというものについても簡単に触れさせていただきたいと思います。JCAA ではその係争額が3億円以下の仲裁の場合には、当事者が合意をすれば迅速仲裁手続きというものも利用が可能とされております。ただ本件では係争額は5億円ということになっておりますので、あまり関係はない話ではあります。でこの迅速仲裁手続きでございますけれども、原則として仲裁人は1人、書面のみで審理を行い、仲裁定の成立から6ヶ月以内、係争額が5000万円以下の場合にはさらに短くて3ヶ月以内に仲裁判断を行うという形にされております。で次に本件での手続き準備会に関する合意事項になりますけれども、そこで合意された内容として、仲裁手続きのための施設としては JIDRC を使うということ、そして手続き準備会自体はウェブ会議で行うということが合意されています。それでは続いて手続き準備会のシーンをご覧ください。Greetings and good evening from New York. I guess it's good morning for Claimants Council in Tokyo and Respondents Council in Shanghai. My colleague tribunal members on the screen are Mr. Harris, who is joining from Hong Kong, and Ms. Nakahara, who is joining from Tokyo. Thank you. So we will now commence the first case management conference for JCAA Case 2022 between claimant Japan Kogyo and respondent China Machinery. I am your presiding arbitrator, Douglas Freeman. As set forth in the email agenda that I circulated last week, the tribunal would like to discuss and determine the procedures that will apply to this arbitration, including the procedural schedule, how the parties will hold the hearing, so either gathering physically or virtually, and other matters that the parties may wish to discuss. As I always find it useful to put names to faces at this management conference, let me ask all participants to make brief self-introductions before we commence our discussions. So could we start with Ms. Nakahara? Sure. Good afternoon, everyone. I am Chie Nakahara, joining from Tokyo, Japan. Thank you. And Mr. Harris? Good afternoon, everyone. I'm Peter Harris, and I'm joining from my offices in Hong Kong. Okay, Claimants Council? Good afternoon. My name is Guy Matsushita, and I will be representing the claimant. And I have my colleague, Ms. Aiko Hosokawa, with me, and we are joining the conference from Tokyo. My name is Aiko Hosokawa. Thank you. And respondents' attorneys? Good afternoon. My name is Daniel Allen, speaking on behalf of the respondent, and I am joined to my left by Ms. Lexi Takamatsu. Good afternoon. My name is Lexi Takamatsu, and I'm also speaking on behalf of the respondent. Okay, thank you very much. So, arbitrator Ms. Nakahara, can you please lead the discussions regarding the arbitral procedures and procedural schedule based on the deliberations that the tribunal has had in advance? Sure. There are several topics that the tribunal would like to discuss with you today regarding the schedule. Let's first discuss the document production, whether we need to set document production into the schedule. Reviewing the notice on the answer, the tribunal doesn't really see that the document production phase need to be inserted into the schedule for this case. However, we are open to the parties' views. Mr. Matsushita, would you like to share your view regarding the document production?
Well, we agree with the tribunal views that we don't really need anything. Good. How about the respondent, Mr. Allen? Yes, on behalf of the respondent, we're comfortable with that as well. Good. So the parties' views are aligned that the document production phase doesn't need to be set into the schedule. Now, the second topic is the deadlines for the submissions. The tribunal sees that dispute is not that complicated. The main issue for this case seems to be whether the parties made an agreement regarding the minimum guaranteed level of performance of the machine at the web conference in April 2021. Based on that understanding, the tribunal would like to ask each party how many rounds of submissions each party needs for these proceedings. Counsel for the claimant? On behalf of the claimant, we think 2 rounds of submission would be sufficient for this case. Counsel for the respondent, do you have any proposal or do you agree with the counsel for the claimant? The respondent agrees with 2 rounds. Good, thank you. So the parties will exchange 2 rounds of written submissions. Would 6 weeks from today, the date of this conference, be sufficient for the claimant to submit its first memorial with witness statements? We agree to the proposed timeline. How about setting the deadline to March 2nd, 2022? March 2nd, 2022. So how many weeks does the respondent need to submit its first counter memorial with witness statements from the submission of the claimant? Respondent would appreciate 6 weeks to respond, and that would mean a deadline of April 13th, 2022. April 13th. Okay, then. For the second round submissions, would 4 weeks be sufficient for each party? Counsel for claimant? Oh, yes, the claimant accepts the deadline for submission of all proofs and evidence. Thank you. What about the respondent? 4 weeks be sufficient for the respondent? Yes, 4 weeks is sufficient. Thank you. Thank you. Then the deadline for the second memorial from the claimant is May 11th, 2022. And the deadline for the respondent's second counter memorial is June 8th, 2022. Now, let's set the hearing date. The tribunal would like to propose a hearing up to 3 days in mid-July, considering the deadlines agreed. Would this work for everyone? Mr. Matsushita for claimant? Well, we already have the other commitment on the week of July 25th, 2022, so we would highly appreciate if the tribunal can not to set the hearing on the week. Okay, Mr. Allen. Sorry, I'm going to defer to my colleague, Ms. Takamatsu, on this. Ms. Takamatsu? Respondent has no objection, but we would like to avoid the week of the July 11th, if at all possible. Any other week in July should be workable, so we'll do our best to be flexible on that point. Thank you. So the week of July 11th and 25th should be avoided. So that makes that it seems that everyone will be available during the week of July 18th, 2022. Considering that July 18th is a Japanese national holiday, let's reserve July 19th to 21st for the hearing. Is this acceptable for everyone? Counsel for the claimant? That's fine for the claimant. Thank you. What about the respondent? Respondent is fine with that date as well. Great. Then the hearing dates are set and the deadlines determined today at this conference will be included in the timetable in procedural order number 1. Thank you. Thank you, Ms. Nakahara, and thank you everyone for your cooperation regarding the procedural schedule. So Arbitrator Mr. Harris, could you now move on to lead the discussions regarding how to conduct the hearing as we discussed in advance? Certainly. The tribunal have conferred on the subject of the venue and the format for the hearing, and the tribunal's proposal, which of course is open for debate between the parties here,
is that the hearing should be held at the bespoke hearing facilities of the Japan International Dispute Resolution Center, JIDRC, in Tokyo. The tribunal's view is that it's going to be more efficient and most desirable for the parties to attend in person in Tokyo. However, we understand that the parties will, of course, be required and will want to take measures that are common now for the prevention of the spread of COVID-19. So that is the tribunal's proposal. I'd like to get comments from the parties on that now, please, perhaps starting with the claimant. The claimant agreed to the tribunal's proposal. Thank you. And the respondent? The respondent's counsel is fine with attending the hearing in person at the JIDRC's facility in Tokyo. But if the respondent's president, Mr. Liu, is examined, we would request that he be allowed to appear online. He suffers from diabetes and needs dialysis treatment, so his doctor has advised him not to fly abroad to avoid contracting COVID-19. Thank you. I think the tribunal assumes that all parties will want to accommodate the needs of the factual witnesses, particularly where there are health issues involved. So since this has been raised now, I'll throw it open to the claimant's counsel. Do you have any comments on the particular needs that respondent's counsel has just outlined? If such a situation exists, we have no choice but to accept this request. However, to eliminate witness coaching, so we may make a request on how to conduct the witness examination online. For example, we may request to the respondent to place a 360-degree camera or multiple cameras in the room where the Mr. Liu will testify. So we need to ensure that he's not accessing any other devices or persons for being coached. Yes, I quite understand the concerns. I would suggest that the parties confer, please, on an appropriate protocol for online cross-examination. There's a number of documents available, and we have experienced counsel, so I'm hopeful that the parties can agree on a suitable protocol. If not, the tribunal will be able to determine any outstanding issues. Thank you. So on behalf of the tribunal, I thank you all for your very good cooperation. As you know, arbitration is a consensual process. So if the parties experience any issues that arise, I would encourage them to please discuss and resolve them between yourselves as far as possible. We have now addressed all the points in the tribunal's agenda. So the tribunal would like to conclude this case management conference. Thank you all very much for your cooperation. はい、手続き準備会についてご覧いただきまして、その後、手続き命令の第1号、プロセデュールオーダーナンバー1が発令されました。これは今表示されているスライドの中の文書開示、主張書面、書証等の提出、ここのあたりになりますけれども、こういった文書開示等行われまして、その後はヒアリングが行われるということになります。今回はヒアリングまでの手続きについてご説明したいと思います。ヒアリングの概略になりますけれども、まずはその各当事者の代理人がオープニングステートメントというものを行います。そしてその各当事者の社長に対する証人尋問が行われます。この証人尋問ですけれども、一般にはその証人尋問に先立ちまして陳述書ウィトネスステートメントが提出されるというのが一般的です。でその後各当事者のその代理人がクロージングステートメントを行ってヒアリングの手続きが終わるということになります。続いてオンラインでのヒアリングに関する留意点についても簡単にご説明したいと思います。やはりオンラインでのヒアリングは関係者が実地に皆さん集まるヒアリングとは異なる点がございまして、主に留意すべき点としては大きく3点ございます。1つ目はそのコーチングの回避ということになりますが、コーチングというのは実際証人尋問を受ける証人の後ろで例えば代理人がこうしゃべれああしゃべれと指示するような場合を想像していただければと思います。それからいろいろな地域にいらっしゃる方々がウェブでつないで行われるということになりますので、時間の設定も時差を考慮して行う必要があります。
第3の点として手続き的な話ですけれども、異議などをどうやってそれを表示するかという問題もあります。それからこれはオンラインでのヒアリングに限った話ではないのですけれども、英語が堪能な証人の方でも正確性を重視して通訳を利用されるケースも多いということを一点触れておきたいと思います。それでは次にヒアリングのシーンをご覧ください。Good morning, everyone. Thank you very much for all your good preparations for today's hearing. So now we shall commence the hearing for the arbitration of JCAA Case 2022 between claimant Japan Kogyo and respondent China Machinery. As agreed, this hearing will proceed as follows. First, we will have opening statements from each party. Next, we will have a witness examination, starting with the president of China Machinery and followed by the president of Japan Kogyo. And finally, we will have closing statements from each party. Claimants Counsel, could you please proceed with your opening statement? Your Honor, this is a simple and straightforward case. The parties executed a purchase agreement in May 2020 with the specification that guarantees the machine purchase will be capable of manufacturing 10,000 products per day. The purchasing agreement is the one and only document that governs the underlying transaction. There is no other document made between the parties. There even is an explicit inter-agreement clause. The respondent argues that the claimant guaranteed at the web conference in April 2021 that the machine will be capable of manufacturing 12,000 to 13,000 products per day. However, the claimant will later illustrate with the evidence of the witness that such argument is completely groundless. The claimant has delivered a machine that met the performance level agreed without any delay, which entitles the claimant for full payment of 1 billion yen. The claimant therefore requests the tribunal to render an arbitral award which orders the respondent to pay the remaining $500 million with all delay interest applicable to the claimant. The claimant will explain further as to why the respondent is liable to. In the claimant's telling, this case begins and ends with a single document. Unfortunately, as we all know, the reality of international commerce is rarely so simple. Here, and as usual, the parties' actual agreement encompasses more than just one document. A key term of that party's actual agreement was that the minimum performance level of the machine would be 12,000 to 13,000 products per day. Just before the written contract was signed, the respondent explicitly rejected a minimum performance level of 10,000 products per day, and to secure the respondent's agreement, the claimant promised that the actual performance of the machine delivered would meet the respondent's higher expectations. That oral promise forms an integral part of the parties' contract. However, the claimant has failed to keep that promise. Despite what the claimant said to close the deal, the machine it delivered is not able to meet the respondent's expectations. The machine in question, this is a big-ticket item. It's the centerpiece of the respondent's factory floor. It's the linchpin of its production business. The claimant's bait and switch has knocked the respondent back to square one, and it has to incur significant losses to replace the claimant's machine with one that's actually up to the job. As a matter of law, the respondent is entitled to set off those losses against the outstanding balance of the purchase price, with the result that the respondent does not owe the claimant anything. With that, I will turn to a deeper exploration of the key fact, the parties' oral agreement on production capability, as I will explain in more detail. Thank you both, counsel, for your succinct opening statements. So next, we will hold the witness examination of China Machinery's president. Mr. Liu, thank you very much for joining this hearing by video link from Shanghai. Can you hear my voice clearly from your device? Yes, I can hear you clearly. Please let us know when you're ready. I'm ready. Okay. Please state your name and your location. I'm Liu Zhishu. I'm in Shanghai, and I'm calling in from my headquarters at China Machinery. Okay. Can you please slowly move your camera so the tribunal can verify that there's no one else in the room? Please just circle it around. Thank you. How's this? Okay, perfect. Mr. Liu,
can you please affirm that you will speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I affirm that I will speak only the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Thank you. Is there anything you wish to add or correct in the witness statement that you submitted? I have nothing to add or correct it in my statement, sir. Okay. Claimant's counsel, please begin your cross-examination. In your witness statement, you say that the claimant person in charge of the negotiation of the purchase agreement stated, and I quote, "As the minimum performance level described in the specification of the purchase agreement is conservative one, this machine is usually capable of producing 1.2 to 1.3 times the quantity described in the specification. Actually, similar machines which Japan Kogyo sold to other companies are manufacturing 1.2 or 1.3 times the quantity described in the specification of the purchase agreement. This statement refers to the machine that the claimant delivered to other companies, not the machine that the claimant delivered to the respondent, correct?" Well, the claimant guaranteed that the machine delivered to us can manufacture 1.2 to 1.3 times as much as the minimum performance level described in the specification. Please answer my question. My question is, this statement refers to the machine that the claimant delivered to other companies, not the machine that the claimant delivered to the respondent, correct? Yes, but I need to make sure that you are not trying to take my statement out of its context. So we will now commence the witness testimony of Japan Kogyo's president. Could you please state your full name? My name is Naoki Idei. Thank you. Can you please affirm that you will speak only the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I affirm that I will only speak only the truth. Thank you. Is there anything you wish to add or correct in the witness statement that you submitted? No, I have nothing to add or correct. Okay. Respondent's counsel, please begin your cross-examination. Mr. Ide, you wrote in your witness statement that the claimant and the respondent confirmed the parties' agreement as written in the final draft of the purchase agreement after Japan Kogyo's oral statement at the April 2021 meeting. Does this mean that the claimant and the respondent expressly confirmed that the machine did not have a minimum production level of 1.2 or 1.3 times the performance level described in the specification clause of the agreement? Well, because there is a specific express description in the purchasing agreement that the machine can produce 10,000 units per day. It is my understanding that both Japan Kogyo and China Machinery confirmed that point. That's my understanding. Mr. Ide, I will repeat my question. Did the claimant and the respondent expressly confirm that the machine did not have a minimum production of 1.2 or 1.3 times the performance level described in the specification clause of the agreement? Well, no, I think we didn't expressly confirm that point, but Claimant's counsel, could you please go ahead and begin your closing statement? The claimant believes that all of the evidence in this arbitration case supports an award in favor of the claimant. The claimant guarantees that the machine was capable of manufacturing 10,000 products per day. The machine actually achieved the performance guaranteed in the purchase agreement. The respondent argued that the claimant guaranteed at the web meeting in April 2021 that the machine was capable of manufacturing 12,000 to 13,000 products per day. However, in this meeting, the claimant just referred to the performance of similar machines that were delivered to other companies. The claimant never made the guarantee that the respondent claims, and it is clear from the witness examinations conducted in this hearing. Respondent's counsel, please begin your closing statement. As should now be clear, there is more to this story than the document that the parties happened to sign. Rigid adherence to the words of that document would not do justice
to the parties' full agreement. It is necessary instead to consider all of the facts. The respondent has established that the claimant promised a machine that could manufacture 12,000 to 13,000 products per day, explicitly representing that machines it had sold to other buyers had met that standard. And critically, although the written agreement was not updated to reflect that promise, the claimant's president has now admitted on cross-examination that the parties did not revisit that point before the formal step of signing a written document. The consequences of that fact are several, and I will address each in turn. First of all, So we have now completed all of our arguments and testimony we had scheduled for this hearing. So Arbitrator Harris, are you okay without closing briefs? That's absolutely fine. Okay. Arbitrator Matanga? Good? Okay. So given that the issues in this case is quite clear and that we will have a written transcript of the testimony, in the interest of efficiency, the tribunal proposes that post-hearing briefs not be required in this case. But we would first like to hear the parties' views on this point. If the tribunal thinks so, the claimant has no further comment. we're grateful to the tribunal for that guidance. We're happy to dispense with written closing submissions. Okay, so in that case, the tribunal will plan to render its arbitral award by the end of September 2022. Is there anything else that the parties would wish to bring to the tribunal's attention to discuss before concluding this hearing? Nothing from the claimant. The respondent has nothing further as well. Okay, so we hereby conclude the hearing for this arbitration. Thank you both for your excellent cooperation. 本日は大変お疲れ様でした。特にクロージングもないということですので、これで事実関係の立証は終わったと思います。あとは結果を待つだけだと思います。いや、大変緊張しましたが、とりあえず終わってほっとしています。ヒアリング前は直接当事者が顔を合わせるという機会が1回しかない、仲裁人と顔を合わせる機会も1回しかないということだったんで、ちょっと心配だったんですが、今日の先生方と仲裁人のやり取りを聞いていて、当社の言いたいことはかなり述べられたかなというふうに思います。初めての国際仲裁でもあり、わからないことだらけで不安だったんですが、先生方が適切なアドバイスをくださって、なんとかスムースに対応ができました。本当にありがとうございました。はい、今見ていただいたようにヒアリングまで終了しました。また手続きの概要の図を示させていただいていますが、この後何が行われるかといいますと、事案によってはポストヒアリングでの書面の提出の機会が与えられるケースもありますが、仲裁庭が合議して仲裁判断を策定し、仲裁判断が発出されてその執行というのがその後の流れになります。で、手続きの概要というところなんですけれども、仲裁の申し立て後のいずれかのタイミングで和解が成立するケースも多くあります。ヒアリングなどであってもあるかと思います。またその和解のために調停の手続きに移行するケースもあるかと思います。ですので仲裁を申し立てたからといって和解による解決の道が閉ざされてしまうというわけではありません。次に仲裁判断の執行に関してご説明します。仲裁は1回こっきりでの制度になりますので上訴というものはありません。で、仲裁判断が出された場合にはそれに従って任意に支払われるケースが多いです。そして仲裁の場合、外国においてもその仲裁判断は執行しやすいとされています。それは外国仲裁判断の承認及び執行に関するニューヨーク条約という国際条約に多くの国が加盟していることによるものです。ただし仲裁判断の取り消しの制度というものはあります。ただここでは実態面の審査は行われないという点お伝えしておきます。最後に終わりにということになりますけれども、今回この模擬仲裁が行われました JIDRC の施設等につきましては、最先端の施設を提供していて、リモートアクセスの技術、それから通訳といったものも完備していますが、JIDRC の施設の様子に関しましてはこちらのスライドの通りになります。ヒアリングルームのほか、関係者が利用できるブレイクアウトルームは6つありまして、通訳のための部屋もございます。また近年増えているオンラインでのヒアリング、
それから一部の関係者がオンラインで参加するようなヒアリングに対応するための設備というものも備えております。そして次にJIDRC のその他の教材について少し簡単に触れたいと思いますけれども、JIDRC は複数の e ラーニングの動画、初級編中級編と分かれておりますけれども、こちらに表示されておりますようにそういったものが用意されております。以上で今回の模擬仲裁に関する解説を終了しました。ご視聴いただきありがとうございました。